Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Sapporo Jun Sumi Janai Miso Ramens 10 des それでは早速 Let's get it started. 1. Kita Ju Yojo Higashi 7. Fujiya. 東区環状通り沿いの気になるラーメン屋さん。その名も富士屋。なんとこちらも太平すすきの東区と3回も引っ越した引っ越しマニアのお店。3回も引っ越してんの？そりゃラーメン店移転タイ記録じゃんか。そうなの。エニシアさん早く引っ越さないと記録抜かれちゃうわね。争うポイントはそこじゃないと思うけれどもね。なんと味噌ソムリエが作る進化系味噌ラーメンってのがそそられるわよね。そうなんだ。しかもコンセプトが飲み干す一杯ってことなんでね、楽しみだったんす。これ美味しかったですね。ほら、オーソドックスな味噌ラーメンはもういいかなって常日頃言ってんじゃん。いやー、私もそうかな。3年に1回くらいは無性に食べたくなるけどね。特に北海道離れると。ああ、確かにね、北海道離れてると食べたくなるね。もちっとした歯ごたえのある麺がね。これは味噌より煮干しが最初に食っからおいら好みさ。しかもマジ飲み干せちゃうぶるなラーメンだね。隣の年配のご夫婦、中点もおいらのちょっと上ぐらいだけれどもね、奥さん貫通してたからね。あら、すごい。そしてさ、もやし入れなきゃ味噌ラーメンじゃないみたいな固定観念にもとらわれず、自由な発想の味噌ラーメンってスタイルがですね。もやしってシャッキリもやしじゃなければいらないよね。湯ださったやつとかいらんし。いらない。味噌は甘いのが多いからシャッキリ生玉ねぎとかの方が合うと思うけどな。確かに。ちょっと丼の色で損しちゃってる気がしましたね。ほんまや。 2. Nakanoshima. Gari Yu Menbu Hiem. 濃厚鶏白湯の名店ね。通常メニューには味噌はなしなんだけど、なんとこちら毎週金曜日は味噌デイってことで、こんなにたくさん。5種類もあるの？どれにしたらいいかわかんないじゃん。ねえ、わかんないときはリードオフショーと思いきや、イケメン兄さんに聞いたっけ、これ推しってことなんでね。そうなの？チンタンと鶏白湯のダブルスープ。そう、マイルドなコクのある味噌スープに仕上がっておりますね。美味しい。麺もしっかりとした歯ごたえのアルデンテ。アルデンテ言っても芯はないよ。乾麺じゃないからね。そりゃそうだ。他の味噌もぜひいただいてみたいですね。また金曜日に行こうよ。チャーハンも気になる。ね3. Odoli Higashi 1. Shiwun Tae. 中央バスターミナルの地下にある昭和の匂いプンプンの飲食店街の人気店。こちら富子インスパイア系とのことですが、ちょっと味のタイプは違うみたいですね。尊敬の念なんでしょうか。ここは知る人ぞ知る名店。以前オイラがお邪魔して感動したお店なんです。詳しくは創生東バスタでご紹介してますので、よかったら見てみてください。ちょうどゴールデンウィークのお昼時に行ったら待ち客10人くらいいてさ、呼ばれて着席したと同時に12時半過ぎぐらいで、こちらのお客様で完売でーすって声が聞こえてきてさ、危ねえ、ギリセーフってかすごい人気なんだね。お休みの日はオープン前に並んだ方がいいわね。はい、こちらおじさんが食べたがっていたキーマと味噌ラーメン。いやー、グリーンがどうしても食べたい言うからさ、泣く泣く担当譲りましたよ。ありがとう。でも富子とは全然タイプ違うね。でしょ？でも本当だ。シナチクもキクラゲもめっちゃ美味しい。一つ一つの具材に愛情がこもってますね。そしてこのキーマ、本格的。辛さはさほど感じないんだけど、スパイスの香りがブワーって口いっぱいに広がって、もうハーフなんてあっちゅう間に完食。やっぱうまいんだ。キーマ専門店出してほしいくらい。思った？林も専門店顔負けのうまさだったからね。味噌ラーメンは中華っぽいような、いわゆる札幌味噌では全くない独特の香ばしさとちょい辛みのある感じ。だしと一緒にナンプラーも隠し味に使ってるんですって。なんとラーメンにナンプラー。
手ナンプラーは感じられなかったけどね。これは癖になる味。ラーメンもうまいけど、おいらハヤシがまた食いたくて。なあ、私も食べたいから一緒に行ってキーマとハヤシ両方行かなね。いや、そういえばジョン来てなかった？ジョン？ジョン・レノンさ。は？ 4. Hiragishi, Men Eiji. 濃厚魚介も鶏白湯も家系も何でも全部別のお店にしちゃう麺エイジさん。どれも美味しいのよね。はい、今回は純炭じゃない味噌ってことで、非純炭代表格であろうこちらの味噌をいただきにやってまいりました。柚子もジュレもなしの意外と王道系のお味噌でした。でもスープの優しさが嬉しい。そしてエイジ直々のラーメンを食べることができてラッキー。あら、エイジいたの？いた。エイジじゃないけど。あ、そっか。エイジは息子さんの名前なのよね。確かオーナーは井上尚弥さん？確かに似てるでしょ。1ラウンドのダウンマジビビったよね。本人が一番びっくりしたんじゃないかな。そういえばテーブルにラーメン湯があったんだよ。前なかったよね。水かと思ってさ、グラスに入れたっけ、茶色くって。あれ、お茶なのかな思ったら、なんと美味しい煮干しスープじゃございませんか。すごい。私たちの願いが叶ったのかも。ああ、ラーメン湯を置く店増えてきて嬉しいね。ほんと。あ、ラーメン湯ってのはそば湯ならぬラーメン湯ってことね。それこそお湯でいいのにスープ入れてくれてるなんて素敵ね。だ。 5. ニューヨーク Hieta, Honoka. ゴールデンウィークということもあり大根かと思いきや婚活はしてないと思いますね。もう奥さんも子供もいらっしゃいますからね。失礼。ゴールデンウィークということもあり大混雑かと思いきや、さすがサイズがでかい。サウナは意外と空いてましたね。札幌もロウリュサウナ増えてきましたね。増えてきたね。30分に一度のロウリュがありがたいっす。なんとも手作り感の強いオートロウリュ設備とロッキーのテーマがウケるんですけど、あれ、女湯もロッキー？男湯だけかと思った。減量中のボクサーに感情移入してマジ頑張ったわ。施設全体はでかいんだけど、意外と風呂とサウナはこじんまりだね。くつろぎどころの充実がやっぱりほのかさんのいいところかな。だね。でも湯上がりどころでくつろがない飯旅ズにとってはちょっと割高に感じちゃうかな。ね。テレビのチャンネルがさ、5番固定なんだよね。日ハム戦見れないのちょっと痛い。マジ6. Today's Katsu Manami Sunju Sunjo Nishi 10. Marutama Shokdo. 南区の藻岩山山麓に驚きの食堂を発見ってタレコミでしょ、視聴者さんの。あ、そうそう、情報ありがとうございます。なんとこちらのカツカレー600円だ。チャーメンも広東麺も600円だ。こりゃあすげえ。なに？カツカレー600円？ファストフードよりも安いじゃねえか。まったくだ。鼻息スーハー状態でカツカレー頼もうかと思ったんだけど、ご飯完売の表示があってね。チーンかと思いきや、ご飯もうないんすかって言ったっけ。もうすぐ炊けるから大丈夫ですよって言ってくれたの。おー、やべえ、危ないところだったぜ。よかったわね。葛西一人営業のこじんまりだけども、他のお客さんの食べてるやつみんな美味しい。美味しいってなんでわかんの？食べてもいないのに。匂い。犬か。途中でファミリーが帰ってパラパラ新客が入り、おっさんおいら含めて4人になったんだけど、なんと全員カツカレーをオーダー。なんということでしょう。もうお分かりですね。これは久しぶりのにんまりカレーでした。出た、一口でにやけるやつね。よかったね。ここを知らなかったら人生損してるって誰か食べログに書いてたんだけど、本当だ。ここは通い決定ですね。わあ、タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。7. Kita Niju Ichi Jo Higashi 16. Wabasuke. バッポ大好き濃厚鶏白湯が美味しい東区の名店ね。こちらは何食べても美味しいんですけど、やっぱ醤油が一番かな。だけど味噌もうまいんだよね。塩もうまいしな。気分によってってことね。はい、気
められないんです。基本魚介鶏白湯なんで札幌っぽい味噌か言うたらアブソリュートリーノットになりますが、そこがいいんですよね。麺のパッツンとか後から柚子とか全部北海道っぽくない感じよね。なんとなくそうなんです。そういう系の札幌の先駆者じゃないですかね。ここは柚子って本当に後半助かるんよね。あんかけ焼きそばの酢みたいな役割。なあ、そりゃ隠せられませんよね。酢なしあんかけ焼きそばはきついだのさ。ありがとう。でもちょっと親父おっかねえんだよな。最後ここにカメラくっつけんじゃん、帽子のつばに、ギロって見るんだね。怖い。多分なんだそりゃって思ってんのかもしれないけど、なんだこいつみたいな。ちょっと怖いです。優しくしてください。8. Kita Nana Jo Higashi 3. Ami wa Yasashi Ku. 一見カフェですかというおしゃれな店舗。札幌新定番ラーメン屋さんね。ちょっと何言ってるか分かんないです。札幌新定番ラーメン屋さんね。こちらの塩鶏白湯はバッポ大絶賛なのよね。はい、塩は何回もいただいてるんだけどもね、味噌も絶対うまいんだろうな思ってね。こちらの味噌はホタテのペーストが乗ったホタテ鶏白湯味噌。盛り付けがとてもビューティフルでもったいなくてどう食べたらいいのか悩まさる。これはかっぱ返すわけにはいかない。飴屋さんのラーメンはどう食べるかがむずいのだ。店主曰くペーストは味を変えるものではなく徐々に溶かしながら変化を楽しんでもらいたいとして考案し、起承転結のあるラーメンを目指したそうなの。なるほど。ペーストなしでもめちゃめちゃうまいけどね。うまい。ごぼうのトッピングなど今までにないラーメンがいただけるお店。ごぼう好きのメシタビーズのためにあるようなラーメンね。雨は優しくっていう店名はスープが優しい味だよっていうメッセージなのかもね。女性のお客さんが多いの納得。半分以上女性だったもんね。ラーメン屋で女性が多いのはここと徳一ぐらいじゃないかな。やっぱここでは絶対働けないなって改めて思ったわ。なんで？こんなタワー盛り付けのラーメン運ぶときに絶対カッパ返すっちゅうの。9. Katano Ramen Tora. バッポがすごい信頼しているラーメン屋さんよね。そうなんだよ。何食べてもうまいし早い。なあ、早いのは大事。特に麺はね。ここはね、早すぎるから注意が必要さ。注文してからメニュー撮影したりスマホにね、台本のコメント打ち込んだりいろいろ忙しいんだよね。飯旅図的には割と。そうなのよ。大変なのよ。油断してると来ちゃうんだよラーメンが。うわまだ三脚立ててねえよみたいなね。そろそろかなって頃三脚でカメラ立ててスタンバイするんだけど、いやもう来ちゃったってね。でも素晴らしいです。ごちゃごちゃ盛り付けないからなせる技だね。これでいいんですラーメンは。さすがトラさん、江戸っ子ね。そのトラじゃねえ。やっぱりすごい他の店では味わえない系のうまさでしたね。味噌のポタージュです。味噌ポタージュ？なんかそそられない。いやいやそれがうまいんだって。終盤完全刹那きましたからね。久々の刹那系。刹那系とは食べ進めるうちにいずれそれがなくなってしまうということを悲しく切なく思うほど美味しい料理のことである。これメニューにはアレルギーの注意書きしか書いてないんだけども、エビ味なんだよね。エビってほどじゃないんだけど、あれエビ入ってますみたいな。エビそしてこうご飯助かるコンカッセ玉ねぎ。燕三条系粗みじん玉ねぎね。これいいよね。特に甘めの味噌ラーメンには嬉しすぎるトッピング。おかげさまで貫通輸出。私も食べに行こうっと。10. Tanuki Koji 7. Itetsu. たぬき工事7丁目。年季の入った親父さんがやってる年季の入ったお店。うちの家族がみんな絶賛のラーメン屋さんであります。全員言うても
かみさんと二郎だけだけどね。もうお兄さん弟みたいに言わない。こちらは知る人ぞ知る幻の名店として語り継がれている富港だった場所。1992年52歳の若さで他界した創業者菅原富義の店舗を富港の常連客だった今のご主人がほぼそのままの形で引き継いでいるのがここ一徹さん。ドラマですね。ドラマだね。スープ飲んではてなってなんなかった？なった。はてな、これ味噌ですかってね。そうなのよ。どっかで食べたことあるような。小頭戸に白濁した豚骨スープってのがどっちかっていうと旭川ラーメンに近いのかな。でしょう、思った。だから札幌では特別だったのかもしれないわね。味噌なんだけども、旭川の老舗八屋の塩味みたいな味、おいらが大好きなタイプさ。私も好きだな、この感じ。今年一番のラーメンかと思います。おー、よかったじゃねえか。はい。何でも味の三平の大宮森俊の手ほどきのもと、立ち行かなくなった靴屋から50日間でラーメン屋への転身ってんだから驚きよね。たった50日で？まるでラーメンショップで半年働いて家系総本山吉村屋を作ったトラック野郎吉村実ストーリーのようだね。家系もそういう感じだよ。しかし日に600杯売れたっていうからかつての人気ぶりがわかるね。600杯って何杯？何杯って600杯は600杯だけど、さゆみさんで鳴らして350杯ぐらいです日に。ちなみに吉村屋は日に1500杯だそうです。Jakai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Sapporo Tamani wa Mensch des Otanoshimini. See you soon. 子供の頃からラーメンって言えば味噌派ですよ、おいらはね。私は醤油だったな。だけども主食がカツカレーだったんでね。大変ね。ラーメンはそんなもう年に1回食うか食わないかとかっていう感じ。若い頃はね、子供はそうだかね。で飲んだ後ぐらいしか食べないみたいな感じで、もうずっとね締めはね、あれですよ、ほうらん。あれが俺にとっての古の味噌ラーメン。王道味噌ラーメン、札幌の味噌ラーメンのイメージはイメージ。あなたはあれでしょ、大宮森田の三平を食べてるんだよね、子供の頃から。子供の時。今のじゃない。羨ましいよね。それは素晴らしいことだよね。お父さんが好きだった。じゃあ違うよね。もやしシャキシャキで貝割れ乗っかってないですね。違う、貝割れなんて見たことない。でもやっぱり大宮森とが編み出した味噌ラーメンっていうのは、ラードで高温で野菜ともやし炒めて、やっぱりそこにスープを流し入れるから、やっぱりどうしてもこう茹でた状態にはなるんですな。今の大概の味噌ラーメン屋さんっていうかラーメン屋さんの味噌ラーメンっていうのは、本当にもやしがしんなりしちゃってるのがほとんどじゃん、それを超シャッキリでやれてるのがさゆみさんだと思うんだけど。シャキシャキもやし、これちょっと予想ね、食べた感じの予想で言ってるけど、多分スープを流し込んでないと思うんだよ。もやしを炒めたフライパンにね。それの方がシャキッとしてるし、香りも立つし、味噌ラーメンはもう完成形だと思うんだよね。さゆみの味噌で、あとはもうこういう新しい才能ある今回挙げてる10軒の店主さんたちなんていうのは、これからいろんな美味しいラーメンを編み出していってくれると思うんでね。そうだね。反面代替わりしたりなんだでやっぱり人変わってどんどんなくなっていっちゃうね。パールモンドールの本店がなくなってたのにはびっくりした。さらちんな。マジで立て直しなのか、廃業なのかはわからない。何の張り紙もポスターもなかった。ひょっとしたら廃業されたのかもしれない。あんな人気店だのにね。味棒もなくなったでしょ。いやショックなんだけども、なんかみんなどんどんやめてっちゃう。最後に食べといてよかったね、この間。そうだね。新しい天才は生まれるけれども、その昔からの美味しいやつっていうのはどんどん減っていくからね。後継者不足。食べれなくなるから
みんな。今のうちに食べておこう。もしくはタイムトラベルができるようになるまで待つか、どっちかしかないからね。食べれるか、タイムトラタイムトラベルで食べれるけど自分が生きてないね。そうだ。その頃だから今食べる。そうです、まあ人一倍食べてるでしょめっちゃ食べてる。ね、また美味しいの見つけに旅立たないとね。はい、旅立ちましょう。はい、もう少ししたら。だいぶ溜まってるね、北海道のタレコミ情報も。溜まってる。生かされていけてたいね。全部は無理っていう量になっちゃったね、もうね。でもたくさん情報いただいてありがとうございますです。ありがとうございます。感謝でございます。ちょっと少しずつやっつけていきます。引き続き美味しい情報お待ちしております。よろしくしなちく。